皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、私にとって魅力のある人、そうでない人について話していこうと思います。今回のお話は、あくまで私にとって魅力があるか、そうでないかであって、これが正しいというわけではありません。合う、合わないは、皆さんが思うように感じてくれたらいいかなと思います。それで、自分なりの答えを見つけてもらえたら、それが否定的だったとしても、私は嬉しいです。それでは、ここから始めていこうと思います。もし、この動画について何か感じることがありましたら、ぜひ、コメント、高評価、投稿などをお聞かせくださいね。また、よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。まずは、魅力的だなぁと思ったことから話しますね。それは、何と言っても、ダントツ魅力的だったのは、以前の動画でお話しした A さんです。常に自分の意思で物事を決めて貫いて、その選択に全く悔いがないように見えるところ、自分の物語を上手に話せるところも、とても素敵だなと思いました。私は、口で話すのは、あまり上手でないから、そこは本当に羨ましいです。A さんが、どんなに長い時間、お話をされても、時間の無駄遣いだと感じることはありませんでした。むしろ、もっと聞かせてほしいし、相談に乗ってほしいし、学ばせてほしい、そんな気持ちでした。入院時に、有意義な時間を過ごさせてもらえて、今でも、とても感謝しています。次は、私が今の年齢だから感じた、魅力的だなと思えたこと。医療関係、介護関係のお仕事をされてる方って、一日の勤務時間がとても長いんですよね。びっくりするくらい、長い時間、働いてるんです。多分、仕事が終わったら、帰って寝るだけという人も多いんじゃないかなと思います。そして、寝て起きたら、もう、すぐに出勤という感じなんじゃないかな。そんな日の繰り返しだったら、自分のことをじっくり考える時間もないように思います。時には、腹の立つこともあるだろうし、理不尽なこともあるだろうし、辛いことも、悲しいこともあると思います。それでも、仕事は待ってはくれないから、こなしていくんだと思うんですけど、その時に、私にちょっとだけ、素直な部分を見せてくれる人たちに、キュンとなります。ちょっと甘える、ちょっと愚痴る、ちょっと感情を出す。そして、次の瞬間には、きちんと、その日の仕事に向かうんです。その気持ちの切り替えの速さとか、やり方が魅力的だと思います。私が、若い頃は、舐められたくないという気持ちの方が強くて、辛い時、虚勢を張って、意地を張って、でも肝心な仕事に集中できなかったりしてたと思う。険悪にもなるし、ますます自分も辛い。周りも辛い。時間はどんどん過ぎる。こんな時に、自分の気持ちをすっと吐き出して、早く気持ちを整理する行動を取れる人は、仕事に対する責任感とか、真面目さが感じられて、大人だなぁ、頭いいなぁと感じます。私に、そういう気持ちを見せてくれたのも、とても嬉しかった。仲良くなれた子がいっぱいいるし、抗がん剤のための入院が楽しみなんだけど、本当は、少し長めに入院したいんだけど、救急病院だし、個人の気持ちで入院日数を決めるのは良くない。毎日、長い時間、働いている姿を見ていたから。彼女たちの今まで築いてきた仕事の信頼やキャリアの邪魔になりたくなくて、なるべく短期間で帰るよう、常識ある患者になるよう、努めてたりしています。1回目の入院の時ほど、話せる時間はなくなったけれど、頭をちょっと切り替えたい時や、愚痴をこぼしたい時とか、また私を頼ってくれたら嬉しいなぁ、支えてあげられたらなぁと思っています。少しでも役に立てたら嬉しいから、このポジションが誰かに奪われるのは嫌だなぁ、と、勝手なことを思っていたりします。どうやら私にとって、魅力のある人というのは、
時間をうまく使えている人みたいです。さて、次は、そうでない人について話そうと思います。ここでも、具体的な体験談と、私の感じたことを書こうと思ったんですが、何回か書いてみて、どうしてもリアルなことを言うことに、ためらいが出てしまって、うまく、文を綴っていくことが、なかなかできませんでした。なので、結論から言うと、時間を大切にできない人が、魅力的ではないということを、先に言っておきます。時間を大切にできない人って、私からすると、こんな人というのを、ここからは書いていきます。考え方が浅はかな人、ごまかす人、嘘を平気でつく人。こんな人が、時間を大切にできていないと感じます。これは、年齢を重ねるほど、その人がつまらない人に、私からは見えてきます。一般的に優しい普通の人でも、こういう人の方が、多分、ほとんどだと思います。こういう人は、いわゆる平凡、凡人で、一見、差し障りのない人。でも、その優しさは、本当は誰に優しくしたいのかに気づいていない。多分、気づいていない人は誰かに優しくしたとき、きっと頭の中はハッピーだと思う。その誰かが喜んでいる姿が目に浮かび、自分のしたことに肯定感が持てる。でも、そこで、頭がすっきり、自己満足、はい、終了、となってる感じ。優しさとは、自分の脳が快楽することだと錯覚している。その自己満足な優しさをかけられた方のことなんて、見ようともしない。相手は嬉しかったのか、嬉しくなかったのか、喜んでくれたのか、不満だったのか。そうしたことを振り返ることはないように思う。相手の反応が良くなくても、自分が相手のために、ここまでやったということの方が重要なのだと思う。それって、相手のこと好きですか？優しくしてあげたいんですか？自分が優しくされたいだけなんじゃないですか？と、私は思います。そして、こういう人は、自分の立場が不利になるときは、必ず逃げます。思考停止、嘘、黙秘、それの繰り返し。ただ、その時間が流れていくのを待つだけ。相手が、そのことに、触れなくなるのを待っているだけ。相手の気分が落ち着いたら、もう元通りだと安心しきってしまう。相手も、それでいいなら、いいけど。私は違う。傷つくし、自分の存在価値が小さく感じる。今までしてきたこと、使った時間に後悔する。それがわかると、自分がおかしいのか、の問いには、おかしくないと答えが出せる。今後も、自分は自分の価値観を大切にしたいと思える。そう。だから、時間を大切にしない人は、私には、魅力がなくて、価値のない人。たとえ、こう考える人が少数派で、妥協する方が生きやすかったとしても。私にとっては、そっちの方が生きにくいと思うし、多分、この先も、そうなれない気がする。ということで、今回は、ここでおしまいです。最後まで、動画を見てくださった方、本当にありがとうございます。こんな私ですが、今後も変わらずに、お付き合いしてくださる方がいてくれたらいいなぁと思っています。励みになりますので、よかったら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またよかったら、学びになりますので、ご意見、ご感想など、コメントをいただけると嬉しいです。それではまた、次回もよかったら見に来てくださいね。